カラーリストの岩山誠です。本日のモデルさんの履歴としてはパーマが毛先にあったりとか、ブリーチも、インナーカラー、ハイライト、普通のカラーっていうような感じで履歴が複雑な、ベースになっておりますので、本日の施術で意識するポイントとしては必要以上な負荷をかけない、デザインを入れるところは入れて、あくまでも素材を生かしてその後モデルさんのストレスがないような状態でデザインをすることを心がけたいなと思っております。まず今回使用する薬剤はベースメイクとしてはブリーチ120とティントエスケープをミックスして余計な負荷をかけないという意味でパワーコントロールをしてまずベースメイクをさせていただきます。でその後にそのベースに合わせて仕上がりはただのブラウンじゃなくてちゃんとそのブリーチをする意味だったりとか透明感を出せるような、光が当たった時に少し透けて柔らかく見えるようなフィニッシュを狙いたいので、ちゃんと薬剤選定の意味を考えて、施術をしたいなと思います。今回の、カラーのリニューアル後っていうのは染料バランスだったりとか、どちらかというとニーズに合わせた透明感が出しやすいような染まり具合もそうですし、施術がしやすいですね。作り手が施術をしやすいということはクオリティのアップにつながるので、そういった面では非常に今後も活用できる薬剤なんじゃないかなと思っております。ハイライトを入れていきます。まずはこのバックセクションの表面に降りてくるところ、ちょうどここにつむじがありますので、このハイライトのコントラストがもう少し細かく入るような形で入れていきます。今確認できるようにこういうふうに白髪が生えてるところがよく見えますね。この白髪を、拾っていきます。拾ってその延長で白髪の仲間を作るように非常に細い感じですね。このように細いハイライトを入れていきます。こういう風に見るとハイライトがもともと入っているところと入ってないところ、そして伸びてるところっていう感じで、もうこの時点で履歴が混在してますので、これに合わせて、ブリーチを塗り分けてハイライトを入れていきます。まずはここの新生毛ですね、塗っていきます。生えてきた時に白髪とブレンドすることを想定するので、根元付近 5mm のところは、塗布量を薄く、そこから新生毛の部分は塗布量をしっかりと塗っていきます。塗布量のコントロールでリフトをコントロールするようなイメージですね。根元の方を塗り終わったらこういうふうに混在している部分があります。ここの混在部分は一緒に塗ってしまうとこのハイライトの部分がさらに明るくなって余計な負担になってしまいますので、根元の部分を塗ったらこのハイライトが入っているところを一回避けます。ハイライトが入ってない部分だけを見える化していきます。この赤みが残った茶色の部分っていうのは、ブリーチ履歴がないところですので、ここまで根元と同じブリーチで塗布していきます。で最後の毛先の部分ですね。この部分はブリーチの履歴があるところなので、毛先用のパワーを少し弱めたブリーチで塗っていきます。でこのまんま毛束を折らずに新しいホイールを乗せて、先ほどの上に留めたブリーチ履歴がある部分、塗布量が足りないところをチェックして1パネルが終わりという感じですね。混在履歴がある部分は塗り分けることで、余計な負担をかけずに長いスパンでデザインカラーっていうのを楽しめるキーポイントになるかなと思います。左のフロントサイドに入っていきます。ここは非常に大切な部分で繊細に入れていきたいなと思います。顔周りは白髪が生えてるバランスや量を見て、どの方向でホイールを入れていくかっていうのを考えていきます。ここの顔周りは特に髪の毛が細くなってるので、こういうように顔周りに
ブリーチがもうすでにある状態のところはなおさら塗り分けて塗っていかないとゆくゆく断毛の可能性につながってしまうので、そういう部分に気をつけて施術をすると、お客様のストレスっていうのは少なくなるのかなと思います。同じようにですね、新生毛にまずブリーチをのせて極力根元付近から入れていきます。でそれが入れ終わったら先ほどと同じようにこのハイライトの部分を上に留めて、ブリーチ履歴があるところ以外を根元と同じブリーチにのせて、ブリーチ履歴があるところは弱めのブリーチでのせてあげる。カラーにおいて非常に難しいことの一つが、違う状態のものを同じ状態に染め上げるっていうのが非常に難しいことなんですけれども、単純に違う状態のものに同じ薬剤をのせてしまうと同じにはならないので、このように履歴に合わせて薬剤を塗り分けてあげるっていうのがその後の継続的なカラーにつながるかなと思います。はい、最後のセクションです。ここは今ご覧のようにですね、非常に分かりやすいコントラストが入ってます。なのでこの縦のラインに対して同じように平行に入れて、ここに細かい筋を入れてあげることで、この大胆なコントラストをもう少しなじませていくような感じですね。こういう白髪が集中しているところは確実に拾っていきます。で、ここはハイライトが入ってる部分なので、ここに引っかからないように気をつけて塗っていきます。で、赤みの残り具合からこのフロントのところは毛先の方までブリーチ履歴がないところがあるので、そういう部分は毛先までいっちゃいます。顔周りはちょっとホイールがずれないようにしっかりと折っていきます。もう1枚だけ入れましょうかね。ここに白髪がちょっと混在しているので、白髪がない部分は細かく取って、集中している部分はちょっと太めに白髪を全部拾えるような感じで取っていくので、ウィービングは全然均等にはなりません。この施術に関しては白髪に合わせて取っていくようなイメージになります。はい、フェイスラインが終わりましたので、このまんま左サイドと同じように平行に進んでいきます。この間に細かいのを作っていく感じですね。で、このホイールワークの最後の方は最初に入れたところに比べると放置時間がおそらく短くなるので、ブリーチを作り直して強いパワーにするか、塗布量を最初に入れたところよりもたっぷり塗ってリフトを調整するかっていう、いずれにせよ調整がやはり必要になるかなと思います。はい、これでホイールワークが終わりですね。はい、ベースメイクが終わりました。ご覧のように、もうちょっと太いコントラストだったのが細かいハイライトを入れることで馴染んだベースができているかなと思います。薬剤は8レベルのナチュラルですね。このナチュラルは青みが少ないので、こういう18レベル以上上がっているところにも変にグレーに寄らずに入ってくれるかなと思います。で、それに対して10レベルのナチュラルグレーですね。ここは少し、青みやちょっと紫寄りですかね、補色として入れています。で、さらに補色が8レベルの桜色、赤みを少し補って、この毛先がグレーになりすぎるのを防いであげるっていうような、補色になってますので、それぞれ、目的に合わせて薬剤選定をしております。設定が8レベルから、10レベルの間ぐらいの薬剤なので、レベル自体がちょっと高いので、全て根元ギリギリからつけずに塗っていきます。で、ハケに薬剤を取って少し左手を一回パレット代わりにしてあげて、こちらのコームの部分で根元の方を、繊細な部分は特にそうですね、根元のギリギリから、約3センチぐらいですね、ブリーチの履歴がないところをまず狙って塗っていきます。塗る面に対して平行にハケをしっかりと入れてあげると、根元ギリギリから綺麗に塗布することができます。
先にここのハイライトが入ってるところを目安に刷毛の方で塗布してあげて、たっぷり塗ったところをコーミングで根元の方に伸ばすというようなルーティンができると素早く綺麗に塗れます。でこの塗布方法のまま先にこの今塗ってる幅ですね、根元約3センチを塗ってから、そのまんまここの一番ダメージレベルが高いところの手前までですね、約レングスの3分の2のところまで伸ばしてあげます。で少し時間を置いて色の入り方を見て時間差で毛先の方を塗るというような塗布方法になります。根元の方が塗り終わったので、このまんま約3分の2のレングスまで伸ばしていきます。このぐらいですね。一番アンダーティントが一番削れてる、ダメージレベルが一番高いところだけ外していくような形です。はい、これで中間部分まで最後のパネルが終わったので、今回は、この毛先を明るく残したいというよりは割としっかり入れつつ、この根元から中間に向けて毛先の方が暗くならないような目的で、時間差を作りますので、ここから5分ほど置いて発色を待って毛先に伸ばしたいなと思います。はい、では毛先の方まで伸ばしていきます。毛先の方は繊細な部分ですので、必要以上のコーミングとフィジカルダメージは与えずに手で揉み込むように塗って優しく塗っていきます。はい、最後のパネルですね。この毛先に関しては根元から中間を塗ったのと順番を少し変えてます。その理由としては、顔周りは毛が細いのでその吸い込みが早くなるんですね。なのでフロントの方を最後に塗って、その吸い込み、沈み込みっていうのをさらに軽減していくような塗布順で塗るようなイメージですね。放置時間が一番短くなるような状態を作ります。これで塗布が終わりましたので、発色を待ってシャンプーに入りたいなと思います。はい、カラーが仕上がりました。特にこの根元の白髪が集中してた部分は綺麗に染まりつつも、ハイライトと馴染んで入ってると思います。でこれは今馴染んで見えるんですけど、ブリーチでハイライトしてますので、色落ち段階でこの伸びてきた白髪とハイライトっていうのがブレンドしていくような、イメージと予想でカラーをしております。我々美容師が作るデザインとしては、今日お客様やモデルさんがこのサロンを出ていく仕上がりも大事なんですけれども、次にカラーカットするまでの日常の方が大事だと思うので、そこでいかに鏡を見た時にカラーしてよかった、カットしてよかったって思っていただけるかが非常に大事なのかなと思いますので、日常を意識するようなお話をお客様とできるのがベストなカウンセリングなんじゃないかなと思います。